はい、皆さんこんばんは。サワディーカー。バンコク酒場へようこそ。チョンゲーヨー。今日はですね、リオビールをね、チャンのグラスで飲んでます。あ、チャンじゃない、シンハーのグラスでね、キンキンに冷えたグラスでいただいてます。今日はですね、ちょっと帰りにですね、つまみを買ってきまして、こんなね感じの焼き鳥みたいのですね、ちょっと食べたいと思います。これ15バーツですね。結構高いですよね。5掛けだから75円ですかね。味はうまいですね。うまい。あとね、今日はですね、ガパオライスもね買ってきました。これで何バーツだったかな。65バーツかな。ガパオが50バーツで、カイラオ、これが卵が15バーツだったのかな。60バーツぐらいだと思います。ちょっとね、ガパオもね食べてみたいと思います。ちょっとね冷めてると思うんですけどね、だいぶ。まあ味は美味しそうなんでいただきます。うまいですね。まあ本場のガパオです。うまっ。うまい。いただきます。こんな感じでね、本場のガパオです。うまい。60バーツ、300円ぐらいですね。で、はい、2杯目いただきます。はい。でね、今日はですね、バンコク生活でね、どのぐらいお金かかるのかっていうのをね、ちょっと私なりにですね、ちょっと書き出してね。はい、まずはですね、なんといってもね、家賃ですよね。家賃。はい。バンコクのね、中心部、まあ、スクンビット通りっていうのがあってね、まあ、一番中心部の、アソークとかね、プロンポン、トンローとかね、まあ、この辺りが、まあ、めちゃめちゃ有名ですよね。まあ、エカマイとかもあれですけど、ですね、大体ね、日本人のね、まあ、多くの皆さんが住むような、コンドミニアム、まあ、マンションですよね。タワーマンみたいなやつ。で、それ広さにもいろいろよりますけども、例えばですね、私が前住んでたね、麻生区のね、コンドミニアム。まあ、もう引っ越したんでね、あれですけど、アシュトン麻生区っていうね、まあ結構ね、ハイグレードの、コンドミニアムにいたんですね。で、ここはですね、MRT っていうね、地下鉄のね、なんだろう、出口出て、もう1分かからないっていうね、めちゃめちゃ立地としてはいいところで、もう大雨降ってても、もうね、ちょっと小走りでね、行けば、すぐエントランスに着くんで、めちゃめちゃ便利だったんですけどね。で、ここがですね、私がね、コロナ明けてすぐね、バンコクに、来ましたので、バンコク、コロナでね、すごい、部屋がね、なんだろう、安くなったんですよね。で、その時ですね、入った時がね、2万バーツでしたね。もう今考えられないですけどね。もう全然2万バーツじゃ借りれるような場所じゃないんですよ。コンドミニアムの部屋がね。場所も立地もね、部屋も綺麗ですし、プールもあるし、ジムもあるし、ね、何でもある感じなんですよね。ただ、サウナもあったかな。で、そこでですね、最終的にね、引っ越しするときには、まあね、タイって賃貸1年契約なんですね、基本的に。で、1年契約で、もうオーナーさんがね、もう貸さないから出てってくださいみたいなね、
いうのも全然あり得るんですよ。でまたね、来年1年間は2000バーツ上げますとかね、値上がりするのとかも全然あるんですよ。でまあ私ね、コロナの時代に借りたっていうこともあって2万バーツからスタートしたんですけど、そこからね2000バーツずつぐらいこう上がっていったんですよね。でまあ2000バーツっていうと今のレートだともう1万円ですよね。まあ5掛けしてもらえば分かると思うんですけど、まあ2万バーツだと5掛けで今だと10万円ですね。で私が来た時はだいたい4掛けぐらいだったんで、まあ8万円ぐらいの計算ですかね、日本円で。でまあ少しずつね2000バーツ2000バーツ2000バーツって、高くなりまして、結局何年住んだんだろうな、4年ぐらいね多分住んだと思います。4年近く住んだと思います。はい。で最後出る時にはですね、2万5000バーツでしたね。だから2万2000 2万5000になったんだっけな。なんか確かそんな感じだったと思います。でまあね2万5000バーツで、ね、4掛けだったら、まあ、4が44520だから10万円ですよね。で今のねレートだと5掛けですから2万5000バーツってね、ちょっと今ここにねたまたま計算機があるんで 25,000×5 だから12万5000円になるんですよね。結構じゃないですか。でまあ、広さ、部屋の広さは、だいたい35平米ですね。で部屋には、シャワーバスタブはなくてシャワーですね。大理石でねこう貼ってある、まあ、豪華なねシャワールームですけど、で、洗面台もね大きくてこうテーブルじゃないカウンターみたいになってるね。で物がねたくさん置けるみたいな感じのですね。でトイレは、まあトイレはねタイなんでウォシュレットはほとんどないんですよね。でそこのアシュトンアソークもなくて、でこれですね、ピストル、東南アジアってねこうシューってねこうなんか庭に水まくみたいなね感じのやつでお尻をねシューって洗うんですけど、まあこれでしたね。であとはまあ家具とかね家電はほぼ全部ついてます。冷蔵庫から洗濯機から、電子レンジからね、もちろん IH っていうかクッキングヒーターもついてますし、ソファーでしょ、あとテレビ、あとベッドね、そんな感じで、もうあとクローゼットとかもね備え付けてあるんで、もうほとんど何もいらない。テーブルもねちっちゃいミニテーブルとかもあったし、リビングに置くねリビングテーブルっていうかね、ちょっとしたカウンターテーブルみたいな、なんかそんな感じの小さいテーブルもあったし、もう結構何でもありました。だから家具はほとんど買わなくて大丈夫な感じですね。でベランダはもうちっちゃくて、物がなんだろう、服がね洋服が干せるぐらいのスペースしかなかったですけど、まあ全然良かったですね。快適でした。でそこが、まあ、さっき言ったように2万バーツスタートで、直近でね引っ越す前はですね2万5000バーツまで上がりましたね。はい。でまあ今言ったようにですね、場所がアソークっていうねめちゃめちゃ都会でね、よく大きいねバンコクの象徴の大きい交差点があって、ターミナル21とかねショッピングセンターがあるんですけど、まあ、その辺はねめちゃめちゃ旅行で来る方とかはだいたいアソークって行く場所なんですよね。でまあ、日本人もそこそこ多いですけど、まあ、欧米人もね結構いるエリアで、まあエリアでいうとですね、ソイカーボーイですね。ソイカーボーイって結構ねバーがね飲み屋がいっぱいあって、結構ね大人の男性の方向けの通りがあるんですけど、有名なね。でまあそこから本当もう超近い場所にあるコンドミニアムですね。だから本当場所的には最高なんですけど、まあその分ね、まあ今コロナ明けなんでどんどんこう家賃がね高くなってます。で多分ですね今僕が借りていた部屋と同等クラスのね
部屋をね、探したらおそらく3万バーツ超えだと思いますね。3万バーツっていうと5掛けですから15万円超えですよ。はい。そんな感じですね。で、今ですね、私は少しね、離れてね、オンヌットエリアにいるんですよ。オンヌットエリアでなんで引っ越したかというと、結婚してね、子供も生まれましたので、ちょっと35平米だとね、なかなか狭いじゃないですか。でね、ちょっと広いとこ行きたいな。でも、家賃はね、そんなに多く払えないんで、まあね、払いたくないので、オンヌットぐらいだったらいいかなと思ってですね、で、オンヌットにね、ちょっと部屋を引っ越しまして、で、今は、2万6000バーツで契約してるんですね。ただ、ちょっとね、交渉しました。でね、本当はここ2万8000バーツで出てたんですよ。2万8000バーツですから、日本円で言うと、5掛けですから14万円ですね。で、出てたんですが、僕ね、2万6000バーツなんで、だいたい13万円ですね、今のレートでね。それでも結構高いですよね。ちなみにですね、僕、日本にいる時ね、30何年間日本に住んでましたけども、10万円超えってね、1回しか住んだことないんですよ。神奈川県でね。で、10万超えのマンションね、12万円だったかな。マンションにちょっと住んだことあるんですけど、そこがね、確か65平米ぐらいのね、平米数で、3LDK、70平米ないぐらいだったと思うんですけど、3LDK だったんですね。で、しかもね、神奈川って言っても結構ね、田舎だったんで、しかも1階だったしね。で、そういうこと考えると、そこが12万円だから、今僕2万6000バーツなんで、13万円家賃でね、かかってるんですよ。日本円でね、換算すると。めちゃ高くないですか？高いですよね。で、今いるところはですね、立地的には、本当に BTS っていうね、電車が走ってるんですけど、その駅からですね、歩いて5分ぐらいの場所ですね。で、そうですね、立地的にはね、いいはいいんですよ。駅からね、歩いて5分ですし、買い物とかもね、結構便利なとこにいます。で、もちろんね、プールとかジムもあります。あと、コワーキングスペースとかね、もあるんで、ちょっとしたなんか本読んだりとか、パソコンやったりとかね、ちょっと作業できるようなところもあったりして。で、ここにね、サウナはなくてね、サウナがないんですよね。で、あってもね、あんまり行かないんですけどね。でもね、今のところ快適ですね。で、ここが、2万、今、6000バーツですけど、だいたいね、3万バーツぐらいなんですよ。相場的に。だから、結構ね、いいですよね。で、部屋の広さはね、その代わりアシュトンアソークっていうところにいた時は、部屋がね、35平米ぐらいだったんですけど、ここがですね、倍ですね、70平米ぐらいあるんですよ、今ね。だから、本当に、それ考えれば、1000バーツしか変わんないんですからね。アシュトンアソークっていうね、アソークのコンドミニアムは2万5000バーツで、ここが2万6000バーツで今払ってますから、1000バーツしかかかんないですね。1000バーツって言ってもね、5000円違いますけどね、円に直すと。で、面積がね、部屋の面積がほぼ倍になったので、部屋の広さ的にはもう快適ですね。で、ベッドルームがね、2つあってね、で、僕とね、妻ね、ねねちゃんとリオくんは別の部屋で寝てるという感じになります。で、リビングが真ん中にあってね、真ん中にリビングがあって、こう両サイドにね、寝室、ベッドルームがあるっていう感じですね。でね、トイレもね、2つあるんですよ。トイレ、シャワーがね、シャワーユニットっていうんですかね、2つあってですね、で、僕の部屋はもう部屋直結でね、くっついてるんですけど、妻ね、ねねちゃんの方は、一回部屋から出るんですけど、目の前にね、トイレがあるみたいな感じですね。はい。とりあえずですね、家賃はそんな感じで、ただですね、節約でね、
もう本当にバンコク、タイでね、お金かけずに住みたいみたいな方もいらっしゃると思うんですけど、まあそういう方はですね、まあちょっとですね、まあ不便になるかもしれないですけど、駅から少し離れれば、全然ね、あるんですよ。安いところ。うん。ただ、売宅とかね、タクシーとかね、やっぱりそういう、なんだろう、足をね、使わないとなかなか厳しいと思いますけど、大体ですね、1万2000バーツとか多分ぐらいで探そうと思えばね、あると思います。うん。で、それ代わり、まあ、プールがあったり、ジムがあったりとかいうのは、ちょっと、難しいかもしれないですね。うん。で、まあ、バンコクなんでね、結構、物件の数もね、たくさんあるし、まあ、古い物件とかもあるんですよね。で、もっと言えば、タイ人のね、人たちがね、ローカルの人が住んでるところとかも、結構厳しいですけどね、僕も見たことありますけど、もう本当なんだろうな、トイレとね、シャワーが一緒の空間で、しかも仕切りもないし段差もないからね、シャワー浴びるとトイレの周りがべっちゃべちゃにもうなるみたいな感じですよね。で、狭いしね、もう絶対に便器とかにも水がバーっともうかかっちゃうみたいな感じでね、ちょっと苦手ですけどね、私は。で、本当にワンルームでね、まあ日本でもワンルームあるじゃないですか、18平米ぐらいの。まああんなイメージですかね。はい。まあベッド置いたらね、ほぼ終わりみたいな感じ。で、大体ね、ローカルの人ってベッドとか置かないで、こう布団引いて寝たりとかね、してるんですよね、マットレスとかね。うん。だから、そういう、なんていうか安いコンドミニアム行くと、家具とかもほとんどついてないですね。例えば冷蔵庫とかもないところもいっぱいありますしね。だからそういうところで良ければ、もう本当は7000バーツとかね、8000バーツとか多分そのぐらいでね、あります。ただ、さっき言ったようにね、メインのね、スクンビット通りっていうね、まあ BTS 電車が走ってるところから結構離れないと、まあそういう金額はないと思います。はい。だからまあ大体ですね、単身で来る方はですね、まあおそらく2万バーツですね。今のレートで言うと、だいたい10万円ぐらいですか。そのぐらいの家賃が出せれば、まあ、ある程度ね、いいところを探せるかなって感じですかね。はい。で、続いてね、ちょっとね、家賃すごい長く喋っちゃいましたけども、続いてですね、電気代ですね。電気代がですね、意外と高くて、日本と変わらないか、日本より高いみたいな感じなんですよ。まあ日本より高いっていうことはないと思うんですけど、日本と同じぐらいかなという感じなんですけど、ですね、まあ暑いじゃないですか、タイはね。だからエアコンとかね、まあ冷蔵庫とかね、まあそういう系がね、結構使うんですよね。で、エアコンもですね、僕、結構ね、もうタイマーかけて、もう仕事から帰ってくる時間にね、こう部屋が冷えてるようにね、こうタイマーを細かくね、設定して、行くんですけど、まあそういうことしてるから、まあなおさらね、ちょっと高くついてるんですが、大体ですね、月にね、2500バーツぐらいかかってるんですよ。で、2500っていうと、12,500円ぐらいかかってるんですよ。で、今ね、たまたまね、妻がね、ちょっと実家に帰ってるので、ルイ県のね、実家に帰ってるので、この1ヶ月ぐらいね、僕一人で生活してたんですけど、まあ、エアコンがですね、2台、リビングにあるエアコンと自分の部屋にあるね、エアコン。この2台をですね、まあ、さっき言ったように、こう、リモコンで設定して、うまくね、時間調整してるんですけど、それでね、2500バーツ。12,500円。だから、妻が帰ってきてね、3台エアコンあるんで、3台ね、まともに使うとですね、おそらくね、15,000バーツとかね、ごめんなさい、15,000円とかね、だから3,000バーツとかね、そんぐらいいっちゃうんですよ。だから結構高いですよね、電気はね。うん。で、次ね、タイはね、ガスはないので、ガス代はゼロですね。基本的にコンドミニアムとかね、はもうほぼね、ガスはないですね。もしガスを使いたいんであれば、岩谷のね、ガスコンロとか、まあ、ああいったガスコンロがね、あるんで、
そういうのを使わなきゃいけないんですが、結構ねコンドミニアムでガスは禁止なんで、ガス爆発するとね危ないんで、だからガスはですねほぼ使わないですね。使わない方がいいと思います。で、水道はですね逆にすっごい安くて、これもね場所によるんですけど、僕が今ね払っているのはねだいたい水道ね月に250バーツですね。250バーツっていうと1000円ですね。違う、1250円かですね。はい。でインターネットね、部屋にね Wi-Fi を置いてるんですけども、 Wi-Fi はね True っていうね、Wi-Fi 契約してるんですね、通信会社 True っていうね。でそこでねいろんなプランがあるんですけども、私が今ね入ってるプランは月にね、900バーツぐらい払ってます。なんで4500円ぐらいですかね。900バーツぐらい払ってますね。はい。でねこの Wi-Fi は使い放題で、あとねTrueTV ってね、インターネットでTrueチャンネルみたいな見れるんですけど、ほぼ見てないですね。だいたい見てるのは YouTube か Netflix ですね。で Netflix はタイでね契約したんですけど、確かですねこれ550バーツぐらいだと思います。なんで550だからいくらだ、2750円とかそのぐらいですかね。はい。でね携帯スマホですね。スマホはですね僕すごい安くて、年間契約で1年間 SIM をね買ってるんですよ、毎年ね。でその、1年間使える SIM で確か1600バーツなんですよ、1年間で。1600割る12やると、1ヶ月ね133バーツぐらいなんですよ。でだから665円とかね、そのぐらいで使ってます。ただしねこれインターネットは使い放題で全然困ったことないんですけど、通話ができないですね。電話かけることができないですね。受けることはできるんですけど、もちろん電話番号あるんでかかってきたら受けれるんですけど、こっちからねどっかに電話して予約するとかね、そういうことができないんですよね。ただねLINE とかはねもちろんね問題なく使えます。これがですねだいたい1ヶ月665円ぐらいでねスマホを僕は使ってますね。これはめちゃめちゃ安いと思いますね。はい。で次はですね食費ですかね。食費はですね僕は、結構自炊するんですよ。スーパーでね食材買ってきて結構自炊するんですよね。で家族はね僕と妻のねねちゃんと、あと子供はもうほとんどねまだミルク離れてませんので、ミルク代になりますけど、大人2人でですねだいたいどのぐらいかかってるかなっていうとですね、意外とかかってますね。正直言ってねタイってね食材とかもスーパーで買うと高いんですよ。日本より高いと思うんですよ。だから料理作るのって結構ね富裕層っていうかね、富裕層までいかないけどもお金がある人がね料理作る国なんだと思うんですよ。で実際ですねタイのローカルのスタッフとかねうちの会社のローカルスタッフとかコンドミニアムにねまずキッチンがないとかね、そういうところもたくさんあるんですよね。だから自炊文化ってあんまりなくて、もう本当にね作ってる人とかスーパーでね物を買って作るっていうのはね結構お金ある人みたいなイメージなんですよね。で僕はですね料理をね結構作るんで、自炊とね外食とかねそういうのをやってるんですけど、ちゃんとね計算して使ってる金額を確認したことはないんですけど、ただねやっぱりですね1万5000バーツぐらいはかかってるかなと思いますね。1万5000バーツっていうと、いくらだ ?7 万5000円かな、7万5000円ですよね。7万5000円って結構高くないですか？これ7万5000円を例えば30日で割るとね2500円ですから1日
結構高いですよね。で最近はねちょっと食費がめちゃ高いなと思って、お昼もね自分で会社仕事行ってお昼もね外食してたんですよ。だいたい1食ね200バーツですね。200バーツぐらいなんですよ。でまあちょっとだいたい150から200バーツの間ですね。だから150バーツで、7時、いくら750円ですよね。750円で200バーツだともう1000円いっちゃうんですよね。で日本でね1000円って結構いい昼飯じゃないですかね。でそう考えてですねちょっとねやめたと思って今ね1ヶ月ぐらい、弁当を作ってますね自分で。弁当を作るって言っても食材買わなきゃいけないからまあねただではないんですけど、ただまあ、まとめ買いしてねある程度ね野菜とか肉とかそれで、まあ作って、タッパーに入れてねで冷凍してで朝ね電子レンジでチンして詰めてねで会社に持っていくみたいなことをやっています。はい、だから、実際平日はですねまあ1円も使わない日がほとんどですね。1円も使わないっていうのは電車代はもちろんねカードで払ってますけど外でね飲んだり食べたりしなくなったんで全然もう、ね水はね会社にありますからその水を飲みながらね、やってます。なのでまあちょっとね食費はねこれから安くなるかな安くしていこうとは思うんですけど、それでもおそらく1万5000バーツ日本円で7万5000円ぐらいはかかってんじゃないかなと思いますね。意外と高いですね。であとですね、まあ、日本食とかね、まあ、外食費も、かかってますねいろいろ。一応ね5000バーツにしたんですけど、まあ、で外食行くときはね大体ですね、多くはタイご飯なんですよね。なんだろうムーカタ屋さんだったりねガイヤーン食べに行ったりとかねなんかそういう感じなんですが、たまにはねまあスシロー行ったりとかあとはね居酒屋行ってねラーメン食べたりとかねなんかそういうことやってますんで5000バーツで足りてるかなっていう微妙なんですけど一応ねちょっと5000バーツで計算してみました。でねあと交通費ですね。交通費っていうのは、まあ、会社に行く以外のね交通費まあいろんなとこに行くときに、まあ、バスは使わないかタクシーとかね BTS とかまあ子供が小さいんでね BTS よりタクシーを多く使うんですよね。だからそれもですね、まあ、BTS、まあ、電車でしょあと MRT ってねバイクで地下鉄であとバイクタクシーとかあとグラブね、呼んだりとかボルト呼んだりとかするね、費用なんですけどこれ大体そうですね5000バーツ一応ね入れて計算しました。はい、続いてはね、飲み代ですね。お酒代ですね。これはですね意外とかかってますね僕。でね一応ですね8000バーツにしました。まあ8000バーツより使ってるような気すんだよな。でも8000バーツっていうと4万円ですからね日本円に直すと結構高いですよね。でねこの他にね飲み行っちゃったりとかするとね平気でまあ1人ね1000バーツ2000バーツぐらいね覚悟しないといけない時もあるんで、大変ですよ。だいたいね、まあ、8000バーツに一応ね入れてみましたね。で次マッサージとかねまあ美容ですかね。まあ床屋とかねそういうカット代とかも含めるとまあ月だいたい4000バーツぐらいかななんて思いますね。まあちょっとパテ屋行ってねマッサージ行くとか言ったらねもう1000バーツ確実にね消えますから。で2人で行くんでね、まあ、2000バーツとかね確実に消えますよね。なのでまあ一応4000バーツタイマッサージとかねそういう費用で
であとね、次がね、日用品ですね。日用品もね、意外とかかるんですよ。紙ですね、ティッシュペーパーとかね、結構高いんですよね。日本と違ってタイの方が高いと思いますね、おそらくね。ティッシュペーパーとかね、クッキングペーパーとかね、ちょっと油取るね、ペーパーとか、そのティッシュペーパーとかね、あと、シャンプーとかね、ボディーソープとか、そういったものの日用品が3000バーツ入れましたね。洗剤もそうだしね、ティッシュとかね、あと生活のね、雑貨等ね、ありますよね、消耗品で。それをね、3000バーツちょっと入れてみましたね。これ3000バーツは日本円だと1万5000円ですよ。どうすかね、結構かかってると思うんだよな。で、あとね、娯楽交際費ですね。これはカフェとかね、コーヒー飲んだりとか、あとね、遊び、もう6000バーツじゃ足りないと思うんだよな。次にね、旅行週末費用っていうのをね、ちょっと入れたんですよ。で、それも6000バーツにしたんで、2つ合わせて1万2000バーツ。この費用でパタヤ行ったりね、ちょっと買い物、チャットチャック買い物行こうとかね、なんかそういった時にカフェ行ってコーヒー飲んだりね、するじゃないですか。そういう費用ですね。娯楽費ですかねが2つ合わせて1万2000バーツぐらいかなっていう。でね、医療費保険っていうのはね、僕会社でね、医療保険入ってるんで、一応何もかけてないですね。だからこれはゼロです。で海外でね、事故とか怪我とかした時は、会社の保険が使えますので、一応これゼロなんですね。でその他のね、予備費として一応ね5000バーツをね、計上してみまして、今言った全てトータルするとですね、月がですね87,334バーツということで、ちょっと細かいんですけどね、携帯がね1ヶ月割にしたんでね、134バーツっていうね、ちょっとすごい細かい数字になっちゃって、87,334バーツですね。でこれをですね、87,334だから、これちょっとね、5掛けするといくらになるのかな、87334×5、43万6670円になりますね。超高いくないですか。貯金とかできてないですよこれ。このぐらいのね、一応生活になっちゃってるんですよね、本当に。もう本当大変ですよ。でね、一応ね、節約生活した場合ってどうなるのかなと思ってね、ちょっと考えてみたんですよ。独り身でね、節約生活で、そうするとですね、僕が弾き出したのが、ちょっとありえるのかなっていう気もするんですけども、3万5000バーツですね。3万5000バーツでいけるのかなっていう。でこれだと17万5000円ですね。でもね、3万5000バーツってね、結構ね、もうタイ人ローカルの人たちと同じような生活しないとね、無理だと思いますね。だってそのね、3万5000バーツってどういう内訳かっていうと、家賃が1万2000バーツね。1万2000バーツって言っても今のレートで6万円かですよ。で電気代が1200バーツ、1200バーツ6000円、そんなもんかな、一人だったら。で水道代はほんの安いので、多分150バーツぐらいね入れてます。でインターネット Wi-Fi ね、ちょっと引かないと今のね、多分ご時世ね、家で パソコンできない環境とか厳しいと思うんで、一応ですね700バーツ入れてます。で携帯は私と同じ1年契約で1600バーツぐらいのもの、 SIM カードを買ったとして、電話はしないと、ほとんど LINE でやり取りするみたいなね感じで考えてます。で食費はですね、もうほとんどローカルご飯を食べると。で7000円バーツですね
を計上してます。7000バーツでも3万5千円ですからね。まあ7000バーツだと、まあ日本食はほぼ食べれない感じですね。まあほとんど毎日、毎食ね、タイ料理ね、ガパオ食べたりだとかね、カオマンガイ食べたりだとか、まあそういった感じだと7000バーツぐらいでいけるかなと。まあ7000バーツだと、まあ30で割るとですね、1日233バーツですので、まあ例えばこれに1日ね、3食食べるとすると、まあ1食はだいたい77バーツぐらいなんですね。70バーツぐらい。で、さっきのね、ガパオライスね、これ今日買ってきてまだ食べてないんですけど、これね、これが、ご飯とね、ガパオと、あと、卵焼き、カイダオっていうんですけど、カイダオついて60バーツ。なんで、まあ、ギリギリ70には収まってると。だからこういうご飯で済ますみたいな感じでやればね、7000バーツは無理ではないと思います。まあ、もちろん一人ですけどね。で、まあ、とはいえ、一応ですね、外食もしたいと思うので、一応ですね、月に2000バーツ、1万円ですね、を、外食費として計上しました。でね、交通費は、2000バーツ。まあですね、ローカルの、さっき言ったようにね、メイン通りから少し離れた場所にね、部屋を借りなきゃいけなくなると思いますので、まあ、その際にね、使うのは大体、売宅ですね。売宅を使って、まあBTS の駅まで行くみたいな感じで、これがですね、どれだっけ、2000バーツですね。2000バーツ入れました。で、飲み代も、もう僕みたいにね、お酒好きでね、結構飲む人は無理だと思うんですけど、一応ですね、1500バーツ入れました。まあ、1500バーツだったらね、まあ30で割ると、1日50バーツになりますから、まあ、ビールね、1本ぐらい飲むか飲まないかみたいな感じですね。まあ、小瓶とかね、あとちっちゃいね、缶とかね、を1本飲んで、だいたいまあそのぐらいだと思いますね。で、マッサージ、美容は、もうマッサージなんかほとんどいけないと思うんですけど、まあ一応1000バーツですね。1000バーツ入れたので、例えばね、フットマッサージを2時間、月に1回ね、フットマッサージを2時間月に1回行って、まあおそらく500バーツぐらいですと思います。で、あとね、髪切ったりだとかすると、まあ大体ね、1000バーツぐらいかなっていう感じです。で、日用品でね、紙とかね、ティッシュペーパーとかね、そういうので一応1500バーツ、シャンプーとかね、リンスはないか、洗剤とかね、そういうの1500バーツ、7500円分入れました。で、娯楽費、交際費がですね、1500バーツと、あとね、週末のためのね、まあ、旅行費用をね、1000バーツ入れたんで、これ合わせると、まあ、一応2500バーツを、計上しましたね。で、その他予備費として2000バーツ。はい。で、これでだいたいですね、34,684バーツなんで、まあ、ほぼ35,000バーツという感じですね。35,000だと、まあ、さっき計算した通り175,000円ですね。で、生活できます。はい。だから、無理ではないと思いますね。ただ、家賃が12,000バーツで計上してますので、まあ、それなりのところにしか住めないかなと思います。はい。結構奥まったところね、遠くに行けば、まあ、意外とね、綺麗で、12,000バーツぐらい払えばね、あるかもしれない。で、逆にね、もっとね、離れたくなくて、ボロくてもいいってなれば、まあ、1万バーツとか、そういう部屋もあると思いますね。1万バーツ切る部屋もね、あると思います。まあ、本当ローカルの人がね、住むような部屋でいいっていうことであればね、8000バーツとかね、それこそあると思いますね。はい。なんでね、大体ね、そんな感じですかね。まあ、大体今ね、節約の生活、ローカル向けの、まあ、節約生活ですよね。と、私が今ね、住んでるような、まあ、正直言って、まあ、快適生活って呼びますけど、快適生活。これをね、大体ね、こう弾き出すとですね、僕の場合は、大体87,000バーツですね。40万円超えですね。
で、ローカル向けでいいよってことであればで17万5千円バーツ、17万5千円ぐらいですかね。3万5千バーツぐらいでいける感じですね。はい。っていうような感じですかね。まあ、その金額差はですね、まあ、バーツでね、3万5千バーツと8万7千なんで、もう倍ですよね。倍になってます。ただね、もう本当、僕の場合はですね、もう食費も、1人前じゃないんで2人前ですし、ね、飲み代もね、かかってますんで。それで、まあね、ねねちゃんにね、妻にね、渡すお金もね、あるんですよ。まあ大体そうですね、月に1万バーツは渡してますね、おそらく。だから、まあ年、5万ぐらいは、5万円ぐらいは、渡してる感じなんで、そこでね、自分のね、携帯代とかね、ちょっと払ってもらったり、美容院行くお金とかもね、そこからちょっと払ってもらったりしてます。で、もちろんね、家族でどっか行って、なんか、買うものね、洋服買ったりだとか、もしそういう時は僕が出してるんで、なるべくね、その上げた1万バーツっていうのは自分が自由に使えるように、しています。でね、僕のね、今のこの計算でね、日用品とか、あと、食料品、食費とかね、あと予備費で5000円入れましたけど、5000バーツ入れましたけども、こういうのはですね、もうほとんどね、ミルク代とかね、リオくんのね、ミルク代にほぼ消えてるような感じなんですよ。だから、全然ね、たまんない、貯金できないですね。はい。まあ、そりゃそうですよね。40万超えですからね、円で言うとね。これは結構ね、お金かかってるんですよ。だからこういうのを考えるとね、絶対日本の方が安いんじゃないかなと思ってね、考えてます、今。まあ、なんせですね、食費がすんげえ高いなと思ってね、高くなっちゃってんですよね。うん。まあ日本円でね、直すのもどうかと思うんですけど、まあ今ね、正直4.7で 4.8 とかね、もう大体5掛けなんでね、5掛けでやると1万5000バーツってね、7万5000円ですからね。めちゃめちゃ高くないですか？食費に7万5000円ね。うん。ちょっと高いな。何買っても高いですからね、こっちは。だからそういう感じなんですよ。はい。まあ結構ね、旅行で何回も来たことある人とかはね、実感してると思うんですけど、意外とタイってね、高いんですよ。生活するとなおね、高く感じますよね。もう本当高いなと思いますね。家賃だってね、2万6000バーツですからね。うん。今ね、13万円払ってますから。13万円って結構ね、僕横浜出身ですけど、横浜あたりでね、結構いい部屋借りれますよね。まあ、それこそね、東京でもね、町田とかね、ちょっと探したことあるんですけど、まあ結構ね、そのぐらい出せばね、60平米、70平米のね、マンションとかもね、借りれるかなっていう感じなんで、なんか結構高いっすよね。ほんとね、困ってますよ。お金高くて。非常に高い。だって、あれですよ。さっき買ってきたこのね、焼き豚なんですけど、これ、豚なんですけどね、豚串。これ1本、15バーツなんですよ。15バーツだから、なんか安みたいに思うかもしれないけど、75円ですよ。日本円にするとね、だいたい。高くないですか？結構高いですよね。で、あとね、このチキンね、これね、買ってきたんですよ。もも肉のチキンみたいなやつね。結構ね、カリカリに揚げられてるんですけど、まだ食べてないんですけど、これ1個ね、30バーツでしたね。いや、150円。うん。まあ、どうだろう。だいたいそんなもんかな。だから、ここでね、やっぱり安いのはね、このガパオ。60バーツね。これは安いですよね。うん、300円ですから。で、味もね、本場のガパオなんで、美味しいんでね、めちゃめちゃいいと思います。あと、酒ね。酒がね、ほんと高くて、はい。もう前もね、動画で話しましたけど、サントリーの角とかね、
この間日本帰った時にサントリーのコンビニで見たら1650円ぐらいだったんですよね。1650円っていうのをちょっとね、タイバーツに直すとね、割る5するとね、330バーツなんですよ。でもね、こっちで買うと900バーツぐらいしますんで、もうね、全然違うんですよ。3倍近いわけですよ。3倍ぐらいですか、大体。もう3倍ぐらいしますから。めちゃめちゃ高級品なんですよね。だから、お酒飲んだり食べたりとか、料理が好きとかね、僕みたいな人って、タイに来ると、タイで生活すると、マジ高くなりますよ。はい。高くつきます。うん。まあね、一流企業に勤めていて、それで給料が高くて、で現地のねタイバーツも結構多くもらってたりとか、社宅を用意してもらってるとかね、だからそういう結構ね高級なねグレードの高い方だったらこんな生活は全然余裕かもしれないですけどね。だってバンコクで家賃で5万バーツ6万バーツとかって結構当たり前ですからね。日本人が住んでるね方結構いますよ。僕はねそんないいとこ住める身分じゃないので2万6000バーツで収めてますが、それでもねさっき言ったようにね13万円ぐらいのね部屋なんですよ。まあ円に直すとね、結構大変ですよ。だからバンコクに住みてみたいなね結構言ってる人いるんですけど、どうですかねこの話聞いて。結構高くないですか？だからね、なんか水1本とかね、ガパオライス1杯とかね、なんかそういうので見るとタイって安いみたいな思うかもしれないですね。だって水も安いとこだったら5バーツ、ね、500ペットぐらいの大きさで5バーツとかで売ってますよね。で5バーツっていうとね25円ですから、まあ、日本から考えれば安いと思いますけど、ガパオもね60バーツだし、だいたいカオマンガイとかも50バーツ60バーツ出せば食べれるとこ多いですよ。だけど量はちょっと少ないんですけどね。でまあなんですが、もう結構ですねコンビニ行ってねなんかちょろっと買ったらね平気でもうね100バーツ200バーツいきますんで、100バーツってね500円ですからね今。だから高いっすよ。だから20バーツで100円なんでね。昔はですね僕旅行で来てる時はね20バーツってね3掛けだったんですよね。3掛けぐらいでよかったんで、だから60円とかで計算したんですね。だから全然変わりました今で。タイでねたまにね日本のラーメン食べたいなと思ってラーメン屋さんとか行くとだいたい200後半300バーツぐらい覚悟ですね。300バーツって1500円ですからね。日本よりも全然高いですよね。でスシローもねだいたい 1.5 倍ぐらい、下手したら2倍ぐらいね高い感じですね日本より。だから本当にねタイでね生活したいって思ってる方結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、お金に余裕がないと本当厳しいですよ。だからね、さっき言ったようにね単身でね現地採用でね、それでとりあえずねタイが好きだからタイに行ってタイで仕事探すみたいな感じで、もう何でもいいからとにかくタイで生活したいっていう人はね節約生活でねやればいけると思います。で現地採用でもね日本人の最低賃金って確か5万バーツ以上だと思うんですよ。だから、5万バーツもらえれば、さっきの節約生活が3万5千バーツですから、それより少しねグレードがいいところ住めるかなっていう感じだけど、給料5万バーツでねで5万バーツ全部使っちゃってたら全く貯金もできないしね、それでいいっていう人はねあれなんですけど、日本に帰ったりねする、飛行機代チケット代とかも必要でしょうし、少しはねやっぱりね蓄えてなければ厳しいんじゃないかなと思うんですよね。でそうなると、6万バーツとか6万5千バーツ7万バーツぐらいの、給料をですね目指さないと厳しい
と思うんですよね。で、そうなってくると、ある程度ですね、現地採用でも、スキルが、必要な職種がになってくるのかなとか、例えばタイ語が喋れますとかね、英語が喋れますとかね、ある程度そういう人じゃないとですね、6万7万っていうのはタイ人でも結構高給取りになりますからね。日本人で、日本人はね守られて確か5万バーツが最低賃金だったと思うんですが、だから6万7万っていうのもね全然あるもらえる会社はねあると思うんですけど、ただもう本当何かこう人よりね、優れたスキルとかね実績とかね何かないとなかなか厳しいのかなと思いますね。はい、そんな感じです。はいはい、ってな感じで今日はですね、タイ・バンコクでね1ヶ月の生活費一体どのぐらいかかるのかっていうね、そこにちょっとね、着目してみました。結構ね大変ですよ。意外と日本よりお金かかると思います。はい、ただタイが好きな人はね快適だと思いますし、ストレスフリーはね正直日本よりはね感じます。はいっていうような感じで今日はねこの辺で終わりたいと思います。バンコク酒場へねまた遊びに来てください。それではチョンゲヨ。今日はですねこれからねちょっと早めに寝てね、明日朝一でね、リオくんがね帰ってくるんですよ。ねねちゃんとねリオくんが。だから朝ね5時ぐらいにね迎えに行かないといけないんで早く寝ます。はい、それではサワディーカップ。